ナマステエバディ。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。なっちゃんです。サージです。今日はですね、かよりーなのインディアチャンネルの方にですね、ゲストの方、お二方呼んでます。チャロブラザーズのなんちゃんと沢地という形です。イエーイ。ですけども、今日はね、このお二方、実はインドで活躍する YouTuber という形でですね、ゲストに来てもらってます。お願いしお願いしまます。なんちゃんと沢地、ちょっと最初に自己紹介してもらえますかね。す。なんちゃんです。僕は2017年の11月からインドで働いていて、2018年の12月ぐらいから、YouTube 活動をインドに当時住んでた5人のメンバーで始めました。で、僕も2016年の10月からですね、インドで働き始めて、2020年、去年のですね、8月に日本に戻ってきました。なんちゃんの誘いを受けてですね、一緒に YouTuber をやったそんな感じです。今日はですね、そのインドの嵐と言われた男性5人組のチャロブラザーズっていうね、インドの YouTuber のグループがあるんですけど、皆さんもぜひね、チャロブラザーズで検索してもらうと出てくるかなと思うんですけど、今日はこの2人をちょっとゲストにですね、いろいろさまざまな企画を展開していきたいと思うんですけどね、今日はだからチャロブラザーズについてちょっといろいろ深掘りしていきたいなと思います。でも2人はもう日本に帰ってきてるのかな。そうですね。僕は今一時帰国で、まだインドの企業で働いているので、多分来月か再来月ぐらいにインドに戻ってまた現地で働く予定です。で、僕は本気人で、向こうまた3、4年ぐらいはね、日本にいるのかなっていう感じです。まずチャロブラザーズっていうのは改めて言うと、男性5人組の YouTuber っていう形で始めました。メンバーは誰ですか？僕と沢地とあと3人いて、グッチと翔吾とユージ。どんな動画を上げてるんですか、チャロブラザーズは。どんな動画、エンターテインメントというか、インドに関わるいろんなことを時には真面目に、時にはふざけて、インドに関連する動画を上げてましたね。80本ぐらい。そうだね。結構上がってる。ギャップ激しくね、お勉強系からもう完全にふざけた系まで。確かにチャロブラザーズどんな動画上げてるだろうってなるといろいろ上がってる。で、意外と例えば駐在する前に知っておきたい手続きのお話とかすげえ真面目な話もあれば、ヘアカットしてみたみたいな、路上でヘアカットしてみたいなのあるんですよ。だからそういうのやったりとか、あと頭を燃えてるのか誰か。そう髪系とね、あとは耳かきだね。そう、耳かきが一番伸びてます。一番おすすめ動画がやっぱ耳かき。耳かきがそうですね、一番伸びてますね、今は。チャロブラザーズは始まったきっかけっていうのはどんな感じでスタートしたんですか？始まったきっかけは、当時2018年ぐらいって YouTuber は全然インドにいなくて、今少しずつ増えてますけど、確かに1年間インドに住んでて、仕事は日中やるんですけど、土日本当にやることないなって思ってて、確かに仕事ない。いや本当に駐在員だとゴルフとかする人いますけど、僕ゴルフはあんましてなかったんで、なんか面白いことやりたいなって時に、YouTube 僕好きだったんで、なんか友達とこういうの撮ったら面白そうだなっていうことで、当時1人ずつ、もう最初から仲良くて、みんな5人同じ年だったので、はい、YouTube やらないっていうので声かけて、みんないいよいいよって言ってくれて、チームが結成したって感じですね。唯一沢地だけ最初断ったんですけど俺はちょっといや俺こういうのあんまいいかなみたいなこと言われて、そうね、いろいろとねあって、でも結局他のメンバーをしっかり集めて自己紹介動画まで撮ったんですよ。最初ね4人でね自己紹介みたいな感じでやったんですよね。だから結構熱意ちゃんとあるじゃんって思ってでその後最後僕もじゃあジョインさせてって言ってねジョインしたって。その俺もやっぱり入ろうかなみたいな最初はなんか信じられなかった。そう、全然なんかやりたいんだよねって言ってたんだけど、でも本当にこの人ちゃんとやんのかないや YouTube って結構顔出すじゃないですか、ちゃんと、出すだからなんかそんじょそこらの適当なことやってなんか顔だけ出てなんか無名でそのままいろんなところからバッシング食らうのもちょっと嫌だなって思ったんですよねでもちゃんと自己紹介まで撮ってチャンネルもしっかり作ってページも作ってってやってたんで、ここまでやってたら大丈夫かと思って、それで最後にね参加させてもらいましたっていう感じです。最初の自己紹介動画は沢地だけいないんです伝説のね自己紹介動画。なっちゃんでもそれ一人でやろうとは思わなかったんですね。僕やっぱりなんか友達といろいろワイワイやってる方が好きなんで、ちょうどその時沢地含めてみんなと同い年で仲良くて、もう土日も飲みに行ったりとかしょっちゅうしてたんで、一緒にやったら楽しそうだなっていうのと、あと複数グループでやってる人いなかったんですよ。何人かでやってる人いなかったんで、一人でやるより可能性広がるかなとかっていうのもいろいろ考えて誘いましたね。グループでね和気あいあいなんかいろんなメンバーがそれぞれキャラがあってやってるっていう
感じでやったのがすごく斬新だったんですけども、ほとんどのメンバーが駐在員だったと思うんですけども、私現地採用で割とこう自分のこう発信活動に理解のある会社だったから割と顔と名前出したんですけど、駐在の人ってもっと多分厳しい方がすごい多い中で、あんまり顔と名前を出してパブリックの場で発信する人っていなかったと思うんですけど、実際にやってみてそのあたり反響どうでしたか？結構反響あったと思います、仕事場でも言われることありますし、僕営業なんでお客さんのところとか結構行くんですけど、初対面の人でも「見てるよ」みたいな言われたりとか、僕はなんちゃんっていうそのあだ名で言ってるんで、みんなになんちゃんなんちゃんって呼んでもらえたりとか、そういうのは非常に嬉しかったですね。結構ね、お客さんから言われて、しかもそのお客さんの日本人駐在員の方がインド人に勧めてくれてたりとか、いいね、なんか日本人で頑張ってる人がいるみたいだよって、それは結構ね嬉しかった。嬉しかった。なんかイベントとかもですよね、それは。そう、こんにちはジャパンっていうイベントがあって、そこのコスプレの審査員として一度出させてもらったんですよね。すっごいインド人のレベルが高いんですよ。アニメが好きな人がたくさんいて、しっかり完コピしてるから、こっちも審査する方もちょっと真面目に腕のここは大丈夫かみたいな感じでちゃんとリアルになってるのかとかいろいろね話して審査して、あれはいい経験でしたね。毎週ね、なんかライブ配信とかもやってて、やっぱり新鮮だったんですよね。インタラクティブにこうインドの話を直接聞けるみたいな。今は結構帰国してるメンバーとかもいるので不定期にはなってると思うんですけれども、グループでインド YouTube を発信する先駆けという形で駐在とか現地採用とかいろんなメンバーがいるっていうのはすごい新鮮だったんですけれども、今後は2人なんか、それを活動をベースになんかやっていきたいこととかなんかありますか？チャラブラ5人いたんですけど、4人はもうみんな日本に本気に仕事上なっちゃってるので、多分メンバーでインドに集まって撮影するっていうのはもう物理的には不可能なので、チャラブラの動画はちょっと今後どうなるかは未定です。ただ僕は引き続きインドで働いているので、多分来月か再来月で7月か8月ぐらいにはインド帰ってまたこれまで通りに仕事するっていう感じになると思います。僕もチャロブラの活動というよりかは、せっかくこうやっていろいろね YouTube の出し方とか勉強させてもらって、どういうこうね知識が皆さん欲してるのかとかもなんか分かってきたので、今個人チャンネルでサワラボってね、沢地のうんちく研究所っていうことでいろいろこう世界の知識とか、僕がすごい好きな趣味の話とかですね、その辺をこう発信活動っていうのは続けていこうかなっていうふうには思います。サワラボもなかなかニッチなテーマでニッチだよねやってるんですけど、結構面白いですよ。でもねゼロの概念とかね絵みたいな感じでもね、やっぱり面白いですよ。ぜひねそっちの方を見てもらえると、10年後ぐらいまた最近インドで撮影するかもしれないです。それいいですね。同窓会みたいな同窓会っていう付箋も貼っときながら、ぜひ皆さんチャロブラザーズとなんちゃん沢地のね発信活動もまた応援していただければと思います。リンクの方概要欄とかに貼っておきます。今日はねこの後ね引き続きこの2人をゲストにいろいろなテーマでお届けしていきたいなと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方をお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。チャロー。チャロー。